使ってリノベーションをやっていきたいと思います。ワクワクしながらやっていきたいと思います。で、基本レイアウト変えちゃうとあまりよろしくないので、基本レイアウトはこのままで変えていこうかなと思うんですけど、まあそうね。まあ雰囲気はちょっと変わるかな。変えようかなと思います。はい、皆さんこんにちは。北郎です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は新企画をやろうと思って動画をね、今撮ってるんですけれども、今こちらにいる車両、なんだかわかる人は結構いるかと思うんですけれども、最近ですね、北海道一人旅で使っていた車両です。A2Z さんのアレンというベースになります。で、こちらなんですけれども、レンタカーとしてもう数年使ってですね、結構やれてきてしまったりとかですね、家具なんかもちょっと傷んできたり、いろいろしているので、なんと、この車を使ってリノベーションをやっていきたいと思います。で、2年前にタウンエース版をベースにしてですね、バンライフの車両を作ったんですけれども、それがちょっとね、多分1年ぐらい早かったのかな。かなりいい感じに作れたんですけれども、動画はね、そんな視聴は伸びませんでした。で、今回、このライトエーストラックベースのアレン、イメージとしたら結構かっこよく作れるんじゃないかなと思ってます。ネクストライフ、埼玉にあるネクストライフ自分の会社なんですけれども、そちらでは今までね、動画とか出てない車両なんか、お客さんの車両なんかでも、リノベーションだったり、リフォームだったりとかを何件もね、してきてるんで、知識なんかもありますし、であとは、内外装、どうセンスよく、車作れるかっていうところだと思うんで、ちょっとね、ワクワクしながらやっていきたいと思います。で、基本レイアウト変えちゃうとあまりよろしくないので、基本レイアウトはこのままでやろうかなと。で、細かいところはね、やりながら考えて変えていこうかなと思うんですけど、まあそうね、まあ雰囲気はちょっと変わるかな、変えようかなと思います。それではまず、現在の内外装の状態を、見ていっていただきたいと思います。はい、まずこちらバンクベッドから天井なんですけれども、こことね、色が違うのが、以前ね、これベンチレーター、ソーラー式のベンチレーターなんですけど、今もね、ソーラー、日が当たってるので回って音が出ているかと思うんですけれども、ここからね、雨漏れをして、この周りに結構シミができちゃったことがあって、ここだけね、張り替えてます。なので、このちぐはぐな色とかね、そこら辺も変えたいし、あとこういったところもデコボコになっちゃってたり、これはちょっとどうなるかわかんないですけど、変えたいなと思います。で、細かいとこ見るとこういうところに、こういう割れが出てきてしまってたり、あとはこういうところひび割れが出てきてしまってたりとかですね、結構あります。で、まあ入り口のドアなんかをこのまま使う予定です。で、こういった棚なんかも、これは無垢の木材にペンキ塗ってるんでペンキが剥がれてたりとかですね。こちら、冷蔵庫の上の、このスライド式のテーブルのところもですね、こことかも割れてたり、ここなんかもね、色が剥げて、ちょっとね、汚らしくなってしまってきています。で、この上、シンクの上の棚、ここにね、電子レンジが入ってるんですけれども、この車両はね、インバーターがもともとついてないので外部電源、接続時のみに電子レンジ使えるというようなね、そんな感じになってて、まああんまり使ってないんでどうしようかなという感じです。で、それを支えるここのね、台、下の台なんかも結構もうこういう感じで傷んできてしまってます。こういう扉とかもね。あとキャンピングカーってキャブコンはね、どうしても雨漏れする確率が高くて、この車両もね、雨漏れしたことがあるんですけれども、そうするとこういった感じで壁紙が変色してしまったりすることよくありますね。で、こちら側もこういった感じで。で、こういった
壁紙の汚れは、雨漏れだけではなくて、冬の車中泊の時に結露してですね、その水分がどんどん溜まっていって変色してしまうっていうことも多々あります。この壁紙ね、困ってる、ユーザーさんも結構いるんじゃないかなと思うんですけれども、そこら辺、ユーザー目線に立った時に気になるポイントだとか、そういうとこね、リノベーション。なかなか個人の方では難しいかもしれないですけど、参考にしてチャレンジしてみていただけるような、動画を作っていきたいと思います。では続いて、外装を見ていきたいと思います。はい、では続いて、外装の説明です。透明から見たら、そんなにね汚くは感じないかもしれないんですけど、細かいとこ見ると、レンタカーでね、何度かぶつけたりとか、そういうこともレンタカーではありますので、何回かね補修してるんですけど、こういうとこクラックが入ってたりとかで、ドアなんかも一回ねぶつけてますんで、こういう感じでベコベコになってたり、はい、ベコベコになってます。でこういう感じでね塗装も汚くなってたりします。でここら辺もクラックが入って、塗装が浮いてきてしまったり、結構いろいろあります。洗車もしてないんでちょっと汚いんですけど、こういった感じでね塗装もう急いでやったりする時で塗装ムラがあったりもするし、ステッカーとかが剥がれてきてたり、いろいろあります。バンパーなんかもね、ここももう外れ、こっちが浮いてたり、あとコーキングなんかもねやっぱりどうしても雨漏れするので、何回かやり直してるんでちぐはぐになってたりですね、結構あります。ここなんかもね塗装が剥がれてたり、ここなんかも穴がね開いたのを埋めてたりします。はい。こういった感じで、内外装ともにちょっとね、やれてきてしまっているので、リフレッシュしてね、綺麗にしてあげたいなと思います。で、プラスアルファ、もう自分の中ではやっぱりね、乗り物、タイヤついてるものはかっこよくっていうのが一番だと思ってますんで、かっこいいアレンを作ろうと思います。皆さんだったら、どんな感じにしますか？内装はレイアウトそんな変わんないんで、色合いだとか、こここうしたら、俺だったらこここうするよとか、あと外装もね、色塗り替えますので、皆さんだったら何色にしますか？ちょっとね、参考にもしてみたいし、どんな感じにみんなしたいのかなって気になるんで、よかったらね、ぜひコメントください。で、先ほどから、外装とかね、映してる時に、映っている隣のブルメタのベガ、キャンターベースのベガ。こちらはね、今自分が乗っている車両なんですけれども、これも、ドノーマルのポンコツのね、汚い状態から、リノベーションして、デコトラチックなキャンピングカーに仕上げた車両になります。で、それなんかも、作成してるね、動画ありますんで、ぜひチェックしてみてください。今回ね、この動画を見て、興味あるなとか、自分のキャンピングカーもね、リノベーションしたいとか、そういう風に思う方いらっしゃいましたら、ぜひね、グッドボタンとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。あとコメントなんかも、できる限り、返したいと思いますんで、ぜひ、気軽にね、コメントください。多分ね、結構かっこよくなりますんで、ぜひチャンネル登録して一緒に作っていってもらえればな、見ていってもらえればなと思いますので、よろしくお願いします。それじゃあまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。